ちは、あまです。今回は加藤さんから発売されたちびロコセットのメルヘンの国の SL 列車を開封していきます。ちびロコセットはこれまでにも数種類発売されています。今回生産分はコアレスモーターで低速での安定走行が可能な動力が搭載されています。まずは SL から見ていきましょう。欧風な雰囲気の塗装で外国型の車両やストラクチャーと合いそうです。ロッドが稼働する点は従来仕様と同様ですね。前側はダミーカプラーで、連結側はアーノルドカプラー標準装備です。続いて中間の客車を見ていきましょう。こちらも欧風なイメージの客車でいい雰囲気ですね。動力車となりますが、動力が外から見えない点は素晴らしいです。最後尾の客車はトレーラー車となります。ボディは中間の動力車と共通の仕様です。それではこちらの客車に室内灯を組み込んでいきましょう。床下を外してみたところ、ウェイトが収まっていました。かなり分解しにくいですが、窓ガラスを引っ掛けているデッキを兼ねた床板の爪をこじってボディを外します。床板とボディを窓ガラスパーツで固定する旧仕様の製品に似た構造です。ボディは上下に分かれ、下側は床下の爪と窓ガラスを隠す作りです。動力を確認し、室内灯用の導電経路を探ります。通常の車両の動力のように終電周むき出しの箇所がありません。できれば車両に刃を入れたり穴を開けたりはしたくないので、終電方法をどうするか検討する必要があります。とりあえずトレーラー車から加工していきましょう。まずは客車の長さに合わせて COB テープライトをカットします。トレーラー車と動力車と2両分を用意しておきます。終電方法を検討します。二軸車なので、できれば前後の車輪から終電しておきたいところです。床下に前後の車輪を結ぶ銅板を差し込む方法を検討します。しかし金属製のウェイトがショートのリスクを感じさせてくれますね。とりあえずウェイトには紙を貼って絶縁しておきましょう。では次は終電周となる銅板を差し込んでいきます。床板は車輪の真上に穴が開いているため、上から銅板を差し込みます。そして車輪の上側に銅板を乗せるような形をとります。銅板を差し込んだ状態がこんな感じです。銅板はすごく不安定ですが、床下機器パーツを留めれば固定できます。これで床上に飛び出た銅板に照明をハンダ付けしていきます。床上に出た銅板に短い導線をハンダ付けします。この導線を車両中央寄りに曲げてブリッジダイオードをつなぎます。ブリッジダイオードの足に予備ハンダを盛ります。。
ブリッジダイオードを先ほど接続した導線につなぎます。客車の床板にハンダゴテを近づけすぎないように注意しましょう。次はブリッジダイオードの正面側に来るプラス極の足に抵抗を取り付けます。そして COB テープライトの 5V 刻印側に抵抗を、反対側にブリッジダイオードのマイナス極をハンダ付けします。かなり作業しづらい状態でハンダ付けの様子をまともに撮影できませんでした。ハンダ付けを終えれば照明の取り付け完了となります。点灯確認をしてトレーラー車への室内灯準備は完了です。次に動力車側の室内灯への導電経路を作成します。動力車を傷つけずに加工する方法を考えた結果、トレーラー車から給電することにしました。トレーラー車用の室内灯にエナメル線をつなぎ、動力車用の照明と結ぶことで電流確保します。エナメル線が映像では見えにくく、作業もハンダ付けのみで地味なので、ここの作業はカットします。エナメル線で照明用の COB テープライトをつなぎました。接続できているか点灯テストで確認します。無事点灯を確認できたのでボディを戻して完成です。ボディを戻して点灯をチェックした後、レイアウトで試運転します。あと分かりにくいですが SL には機関士を載せました。ではレイアウトで実際に走らせてみましょう。型車両の動力は非力な場合が多く、勾配の走行は想定されていないこともありますが、今回のちびろこは力強いですね。室
室内灯も無理やりですが導入できたので満足しています。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。